こんばんは。つるつるテミンです。今回の北海道旅行では気づけばカバンがパンパンになるほどお土産を買い込んでました。六花亭などの定番のお菓子から新千歳空港で見つけた限定のアイテムまで、気になる戦利品たちを全部まとめてご紹介します。本日の簡単なラインナップはこちらです。合計27点あるのでタイムスタンプをご活用いただき、ぜひ最後までご覧ください。それではスタートです。まずは新千歳空港2階の ANA フェスタからご紹介します。北海道の美味しいものを持ち帰るならこちらのショップがおすすめです。ラーメンやウニ、イクラなどの海産物が豊富な上、白い恋人などの定番のお菓子はもちろんのこと、話題の新作のお菓子まで勢ぞろいしています。最初にご紹介するのは泉州庵の山おやじ。昭和5年の発売から変わらず愛され続けてきた山おやじは札幌泉州庵のロングセラー商品です。かわいい。それでは開封してみましょう。中から出てきたおせんべいにはパッケージと同じスキー板を履いたクマが鮭を背負う姿が描かれていて、とっても可愛いです。パリッとした食感で口いっぱいに卵の風味とバターの香りが広がります。どこか懐かしい優しい味わいで世代を超えて愛される理由がわかります。しっかりとした化粧箱に入っているのに10枚入りで830円とお手頃価格です。続いては北海道生食感チェルシーです。あのチェルシーが北海道限定で生まれ変わったのをご存知ですか2024年の生産終了から生食感チェルシーとして復活しました。北海道産の濃縮されたヨーグルトペーストとたっぷりの生クリーム、そして北海道産のビート糖を使用しています。しっとり柔らかな食感でまさにとろける生食感。わ3歳になる友達の子供もパクパク食べていました。次にご紹介するのはよしみさんの札幌おかきおじゃがいもです。これはただのおかきじゃありません。Yes, yes, 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 yes. ほのかに甘い玉ねぎ風味の国産米 100% のおかきと、一度揚げてからフリーズドライをしたドライポテトのホクホクとした食感が最高に美味しいです。おかきのカリカリ感とポテトのホクホク感、ほんのりスパイスが効いていておやつにも
お酒のおつまみにも最高な仕上がりです。食べきりサイズで270円。お土産にいかがでしょうか。続いては北海道に行ったら絶対に外せない北家老の北海道開拓おかき。なんとこのボリュームで490円。しかも北海道産のもち米を 100% 使用しているんです。袋を開けた瞬間からイカのいい香りがふわっと広がります。噛めば噛むほどイカのうまみがじゅわっと溢れてきて、塩加減も本当に絶妙で、もう手が止まりません。中に入っているこのイカのおつまみがまさに本当の海の幸そのもの。ただのおかきじゃない贅沢すぎる美味しさです。どちらも美味しかったんですが、個人的にはイカの方がより風味を感じられたような気がします。皆さんのおすすめの味もぜひコメントで教えてください。ひひ。ちなみに堀さんのじゃがいもコロコロ焼きとうきび味も470円でお手頃価格で美味しかったです。続いては冬の北海道といえばやっぱりこれ、スノーのスノーサンド。冬にしか出会えないこのお菓子。北海道の広大な放牧場で育った牛たちの脂肪分が高い濃厚な冬の牛乳を贅沢に使用しています。まずは白からいただきます。バターの風味が豊かなカリカリのラングドシャクッキー。その間に挟まれたホワイトチョコレートはとろけるような舌触りで、ミルキーな甘さがとろりと広がります。このカリカリ食感との相性が本当に抜群で、口の中に広がるミルクの優しい風味がまさに冬の贅沢を感じさせてくれます。続いてはこちらの黒をいただきます。ラングドシャクッキーの間からちらりと覗く生チョコレート。まろやかでコクのあるビターな味わいです。ごちそうさまでした。白の方と比べると甘さは控えめで上品な大人の味わいです。残念ながらこのスノーサンドは冬限定商品なので現在は販売が終了しています。この美味しさを味わうと今年の冬が待ち遠しくなります。続いては六花亭丸山店をご紹介します。北海道といえばやっぱり六花亭は外せませんね。こちらの丸山店はとっても落ち着いた雰囲気でゆっくりお買い物が楽しめました。
まずはこちらのポテトチップスからご紹介します。1袋 60g 入り税込み250円です。おいしくなーれ、おいしくなーれ。よくできました。六花亭のポテトチップスは国産のじゃがいも、米油、食塩のみを使用し、化学調味料無添加で作られたこだわりの一品です。揚げたてのような形をしていて、サクッとした食感を楽しめます。最初はちょっと物足りないかなと思いましたが、塩分は控えめでサクッと軽い食感とじゃがいも本来の風味を存分に楽しめます。シンプルで素朴な味わいがだんだん癖になっていきます。乾杯。続いてご紹介するのはマイセンバターサンド生ブルーベリー。レーズンではなく新鮮な生ブルーベリーをサンドしているのが特徴です。クッキーはしっかりとした食感です。バタークリームはコクがありつつも爽やかで重すぎず、ブルーベリーの酸味が重なることで絶妙なバランスに仕上がっています。終わり。続いてはこちらのべこ餅を食べてみます。せーの。せーの。ひひひ。こちらのべこ餅は白と黒の2色が牛に似ていることから名前がついたそうです。想像するお餅の柔らかさとは違ってコシがありつつもすっごく弾力があってもちもちとした食感がたまらないです。そして国産の黒糖が使用されていて控えめな甘さが私好みの味でした。ぴょんぴょん。続いてはこちらの雪やこんこをご紹介。顔を覗かせる白いクリームで夜空に舞う雪を表現したこのお菓子。なんで。せーの。せーの。薄くてビターなブラックココアのビスケットに厚みがあって口どけが滑らかなホワイトチョコクリームがサンドされています。食感はサクサクしていて甘さすっきりのクリームとほろ苦いココアがマッチして大人の味わいを楽しめます。続いてはマイセンバターケーキをご紹介。バターの風味が豊かなスポンジでローストされた
くるみとキャラメルクリームがサンドされています。スポンジはパサつかずしっとりしています。中のくるみも歯ごたえが楽しめて、ベタベタするようなしつこい甘さではないですが、思ったよりもボリュームがあって、私は1個で満足しました。行くで続いてご紹介するのはベビーチョコレートミックスです。せーの。こちらには一口サイズのチョコレートが3種類入っています。まずはミルク感たっぷりのホワイトチョコレート。小さくても濃厚な甘さとコクがぎゅっと詰まっています。続いてはコーヒー味のモカホワイト。コーヒーの香ばしさとホワイトチョコの甘さが絶妙に合わさったカフェオレ風味の味わいです。うますぎ。続いては抹茶ホワイト。甘いだけじゃなくてしっかり抹茶の風味を感じるさすがのクオリティでした。終わり。続いてはマルセイビスケットと大豆、そしてアーモンドが入ったマルセイキャラメルをご紹介します。12粒入って税込み500円。正直キャラメルにしてはちょっとお高いかなって最初は買うのを躊躇していました。4ですが結果から言うと買って大正解でした。4口に入れた瞬間、濃厚なバターの風味がふわっと広がってほどけるような絶妙な柔らかさなんです。本当はゆっくり溶かして味わいたいんですが、中に隠れているナッツとビスケットのザクザク食感がたまらなくて、結局ついポリポリと噛んでしまうんです。贅沢すぎるこの美味しいキャラメル、おすすめです。続いてご紹介するのはちょっと大人のチョコマロン。チョコパイのような見た目のチョコマロン。こちらのチョコマロンはココア入りのビスケットで栗のあんがサンドされています。全体がミルクチョコレートでコーティングされていて、見た目はかなり重そうですが、実際に食べてみるとラム酒が入っていることでそこまで甘さはしつこく感じません。せーの。栗のあんも上品な甘さで高級なチョコパイを食べているような食感です。私はコーヒーと一緒に美味しくいただきました。続いてご紹介するのはマルセイバターサンド。北海道土産の絶対的定番。六花亭といえばやっぱりこれですよね。改めてご紹介すると、ホワイトチョコレートと
北海道産の生乳 100% のバター、そしてカリフォルニア産のレーズンがサンドされています。人によっては重く感じる濃厚なバターのコクが香ばしいクッキーによく合い、ラムレーズンが大好きな私にはたまらない一品です。冷蔵庫で少し冷やすと中のバタークリームがより濃厚に感じてとっても美味しいです。続いてご紹介するのはマキシングテープです。マルセイバターサンドの個包装のデザインがそのままマキシングテープになっちゃいました。幅は22ミリで長さはたっぷりの10メートル。かわいい。レトロな雰囲気で買ってよかったです。 NEXT。 他にはこの揚げおかきや羊羹、どら焼きなども購入しました。ここで少しブレイクタイム。このチャンネルでは46歳の私が一人旅をする様子をお届けしています。チャンネル登録者1000人まであともう少しです。まだまだ公開できていない海外旅行の動画もたくさんあります。少しでもいいなぁと思っていただけたならチャンネル登録、高評価、そしてコメントもお待ちしております。続いては蒲江にやってきました。昨日食べたパンロールがすっごく美味しかったので、練り物が大好きな私は大阪に帰る前に思わず爆買いをしちゃいました。せーの、いただきまーす。うますぎー。 ASMR は失敗に終わりました。ごめん。私は練り物が本当に大好きなんですが、蒲江さんの揚げかまぼこは一番人気のパンロールをはじめ、どれを食べても本当に美味しかったです。レッツゴー。続いては札幌三越に入っているふわもち亭街中店でのお買い物。
練り物と同じくらいベーグルも大好きで、こちらのふわもち亭のベーグルは見た目の派手さはありませんが、小麦本来の自然な甘みを感じられてとってもおすすめです。天然酵母や北海道産の小麦を使用するなど、こだわりの詰まったベーグルは素材の味を生かしたシンプルな味わいで、もちもちとした食感で本当に美味しいです。中にはくるみがたっぷり入っています。ちなみに一部のベーグルでは冷凍も OK だったので、一人暮らしですが大量に買ってきました。ぴょん。冷凍したものを解凍してレンジでチンして食べたんですが、どのベーグルももちもち食感はキープしたままで最後まで美味しくいただけました。Let's go! 続いては新千歳空港のロイズにやってきました。最初にご紹介するのは板ショコラ塩ピスタチオ味。こちらは新千歳空港の店舗でしか買えない限定アイテムです。ミルクチョコレートの中にピスタチオとゲランドの塩が入っているこちらのチョコレート、見た目は普通の板チョコですが、中を割ってみるとピスタチオがちゃんと入っています。見えにくいのでもう一度カットします。がっつり強めのピスタチオ感ではないですが、フランスのゲランドの塩がアクセントになり、まろやかなチョコレートの甘さが際立ちます。最初はあんまりかなと思っていたんですが、気づいたら一気に1枚食べきっちゃいました。ということは結局美味しかったってことですね。終わり。続いてご紹介するのはロイズのビスショコラ。名前の通りビスケットとチョコレートの美味しさが一つになりました。アーモンドが入った香ばしいビスケットに厚みのあるミルクチョコレートがコーティングされていて、このザクザク食感がたまらないんですよね。ミルクチョコレートもそこまで甘くなくて、一口でパクッと食べれます。期間限定、数量限定の商品、見つけたらぜひ手に取ってみてくださいね。続いてご紹介するのはロイズチョコットギフトじゃがいもチョコレート味。金額は覚えていませんが、おそらく300円台だったと思います。ぴょん。
ホワイトチョコレートがかかったサクサクのパフは軽やかな食感を楽しめます。ですが肝心のじゃがいもの風味はちょっと控えめで、個人的には物足りなさを感じました。 Thank you. Next. 新千歳空港のロイズベーカリー限定生チョコトリュフチョコミント味、これが本当に美味しかったので、チョコミント好きの方にはぜひ一度食べていただきたいです。うますぎ。他にはこちらのおつまみチョコボックスも購入しました。大好き。ハスカップが大好きで、次はこちらにやってきました。初めて知ったんですが、このポップに惹かれて購入したいと思います。まずはハスカップ羊羹からいただきます。創業100年を超える北海道安平町の老舗菓子店の早北かりんずが手掛ける羊羹。北海道の名産品ハスカップの果肉と果汁を羊羹に丸ごと練り込んでいます。練りあんのしっとりとした甘さが美味しいです。ただ中にハスカップが入っているのは分かったんですが、ハスカップの味や風味は控えめで、個人的には小倉羊羹に近い印象でした。羊羹としては甘さは控えめで美味しかったです。 Let's go。続いてはチーズ羊羹。チーズが苦手な人でも栄養価の高いチーズを美味しく食べられるようにと考案された歴史がある羊羹です。気になるお味は、ほんのりミルキーな風味がして、どこか懐かしい優しい甘みを感じます。がっつりチーズという感じではなく、まろやかなコクが楽しめるので、チーズが苦手な人でもお試ししやすいと思います。北海道に行ったらやっぱりセイコーマートに行かなくっちゃね。今回は北海道ミルクキャンディーを買ってきました。13粒入って124円でした。ミルク感強めで昔懐かしいUCC の缶コーヒーみたいな味がしてすっごく美味しかったです。こちらのミルクキャンディーの方も言うまでもなくとっても美味しいです。北海道産の生クリームを使用しているので濃厚な味わいで、これは間違いないやつです。終わり。次回もまた見てね。本日も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。さよなら。
ようなら。バイバイ。ハッピー。大好き。